写真家の並木隆です。花や自然をメインに撮影していまして、カメラマン歴は30年になります。ソニーの α セミナーの講師もしていまして、普段は α7 の R4 をメインに使っています。私がいつも大切にしていることは、被写体にレンズを向けてシャッターを押そうと思った時のその瞬間の気持ちですね。被写体に対する自分の気持ちや思いを認識して、それをどうしたら写真に表現できるかっていうことを常に考えて撮影しています。まずこの薄いスマートフォンに 1.0 型のイメージセンサーが入っているのっていうのが一番の驚きでした。1インチといえばコンパクトカメラに搭載されるセンサーというイメージが強く、一般的には画素数が多いほど高精細という認識だと思いますが、仕事で使うカメラもこの Xperia Pro I の1200万画素で十分だと思っています。大きなセンサーサイズで画素数を少なくすると1画素の受光面積が増えるので、ダイナミックレンジが広がったり、低照度でもノイズレスな写真が撮れるというメリットがあります。さらにデータ容量も抑えられて、その分処理速度が速くなって、高い AF 性能が実現できるようになったので、もはやこれはスマートフォンではなくてカメラじゃないかなとってもワクワクしました。ダイナミックレンジの広さもさることながら、特に暗部の階調再現が素晴らしいですね。そして大きなセンサーサイズと F2.0 という開放値を生かしたボケもすごくいいと思います。やっぱり光学で得られたボケ味は自然でとっても美しいですね。光の量で2段分の差がある F2.0 と F4.0 という2つの絞り値を選べるので、画面全体にピントを合わせる時にも使えますし、より遅いシャッタースピードで動いている被写体をぶらして、動感を出したりっていう風に表現の幅がすごく広がると思います。また低照度ではスマートフォンならではの画像を何枚も重ね合わせる技術のおかげで、高級コンパクトも超えるノイズレスな画像ですごく驚きました。世間一般的には鮮やかでコントラストの高い絵作りが好まれますけれども、αと同じように忠実な色再現や質感描写を主に絵作りがされているんだなっていうのはすごく好感が持てますね。赤やオレンジのように似ている色っていうのは鮮やかにするとどうしても似たような色に再現されて区別することがすごく難しくなっちゃうんですけれども、その差もしっかり再現されています。それでいて地味さは感じないから素晴らしいんですね。被写体がフレームアウトしてまたフレームインして追従を開始した瞬間っていうのはすごく感動しましたね。ここまで進化したのかって思いました。フレーム内でも前後に移動する被写体っていうのはオートフォーカスが追従するのすごく難易度が高いんですけれども、人でも動物でも瞳を認識してずっと追従してくれるので、構図とシャッターを押すことだけに集中して撮ることができました。しかもヘブレ補正がこれまたよく効くんです。手持ち撮影ができる領域が広がったというメリットがとっても大きいんですね。撮影時には頻繁に設定を変える露出補正や ISO 感度はもちろんのこと、ホワイトバランスなども α の背面液晶で操作するのと同じ感覚なので、全く違和感がありませんでした。またシャッターボタンに指を添えて半押しまでのストロークがすごく短くて、そこから押し込んでシャッターが切れるまで、ほんのちょっと力を入れるっていうこの感覚が、まさに RX100 そのもので、すごく驚きました。専用レザーカバーを装着するとホールディングが向上し、まるでスマートフォンのボディをまとったカメラで撮影しているような感覚でした。スマートフォンで星空が撮れる時代が来ちゃったんだなって思いました。ローデータも12ビットの本格的なものなので、しっかり情報を残すという本来の目的のために作られています。162450mm とレンズ3本分をポケットに入れて持ち運べること、防塵防滴でストラップも付けられるので安心してさまざまな環境で使えることです。
クオリティの高い画質はメインのカメラとして十分使えるので、α をお持ちの方にはサブカメラとして、また初心者の方にもお勧めしたいです。エクスペリアプロアイで思い通りに撮れるようになったら α で撮影するのもすごく簡単になると思います。次はエクスペリアプロアイで水中から睡蓮などの花の撮影にも挑戦してみたいと思っています。